Всем привет! ロシア在住日露夫婦ボバと桜子です。今日はいつもコメントでいただく質問に答えたいと思います。どうしてロシアに住んでいるんですか？日本に帰らないんですか？今日はその答えを正直にお話しします。ぜひご覧ください。私たちは5年前に結婚しました。当時はコロナ禍でボバは日本に入国できず、私はロシアの入国ビザが取得できたため、結婚生活は必然的にロシアで始まることになりました。Кардамон тоже 5? Можно 10, его есть высохнуть еще. 結婚直後、ボバはこれまでの仕事を続け、日本から来た私は無職。就職活動をしましたが、ロシア語が全く話せない中での仕事探しは当然ながら難航しました。ビザ取得のためにロシア語の試験に合格する必要がありましたが、私は当時キリル文字から勉強を始めた超初心者。試験に合格できるはずもなく、結婚後もしばらくは日本に帰国して仕事をし、短期ビザを取得してロシアに来るという生活をしていました。С чесноком. Да, кефир с чесноком. Вот тут слишком кислый. Не, он сладкий наоборот. Да? その後、ロシアの大学に通いながら語学を勉強し、無事に試験に合格。まだまだ実用的な会話はできませんでしたが、仕事は無事に見つかりました。仕事中はいつもロシア語のノートを手元に置き、わからない単語や表現をメモしながら仕事をしました。Нормально? Сок. Подушка. Да, самая вкусная подушка. Отдыхает? По-моему, недолго. И мати. Да, вот так. Да. Встали. Так, о, пошла. Да. さて本題です。なぜ日本ではなくロシアに住んでいるのか。大きな理由の一つは働き方です。現在私たちはそれぞれ教育関係の仕事をしています。ボバの今の働き方、午前中だけ出勤して
午後は在宅。土日祝日はしっかり休めて年に2回の長期休暇。この休暇で旅行に行ったり日本に帰省したりしています。この働き方を日本で実現するのは難しいのが現実です。私の仕事もインターネット環境さえあれば場所は選びません。ロシア時間で働く必要はありますが、日本にいてもロシアにいても仕事の内容は変わらず、休みやスケジュールの調整は自分で行います。Добрый день.夫婦で働けて休暇も確保できる環境がここロシアにはあります。ボバは結婚してからよく言います。家で過ごす時間が一番大事。2人の時間がなくなる仕事は絶対にしないと。逆に言うと、これが確保できるのであれば住む場所は問わないという考えです。もちろんこれらは今の時点での話です。今後仕事の状況や働き方が変わればまた違う選択肢も見えてくるかもしれません。もう一つ正直な理由を話します。以前同じようにどうしてロシアに住んでいるのかという質問をいただいたときは、ロシアは物価が安いからと答えていました。ですが今は状況が変わりました。ここ数年でロシアの物価は大きく上がり、食品や日用品は以前とは比べ物にならないくらい高くなっています。ロシア連邦国家の統計局のデータによると、2020年から2025年までの直近6年間で物価は累計で約 52% 上昇しています。だから物価が安いという理由でロシアに住み続けているのはもう当てはまりません。それでもなお私たちがロシアにいるのにはやはり金銭的な理由が大きく関わっています。具体的には居住費と生活費のバランス、ロシアでの収入と生活コストを天秤にかけたとき、ロシアの生活を続けることが現実的な選択肢だという判断があります。現実的な理由ではありますが、生活の基盤である仕事とお金がロシアで暮らす最大の理由です。仕事とお金だけが理由ではありません。ここで築いてきた人間関係も大きな理由です。夫の親戚、ロシアでできた友人、仕事で関わる人、近所付き合い。私が特に気に入っているのは日本にはない人間関係の気取らなさ。気を使いすぎなくていいんです。例えばホテルのフロントでなぜかホテルマンとボバが世間話で盛り上がっていたり、スーパーでどちらを買うか迷っている時に店員さんが横からそれは食べたけどあまり美味しくなかったからこっちを買った方がいいよと言ってきたり、友人に今からお茶しに行ってもいい？お肉たくさん焼いたから今晩一緒に食べようが普通に言える関係性。その代わり友人が突然家にやってくることもあります。
驚いたのはボバが友達の家の鍵を持っていること。周りの人に聞くと、友人宅の鍵を預かる人が意外にも多いことに驚きます。モスクワに住む私の友人は、ベトナムに2週間旅行に行くからモスクワのホテルに泊まる予定なら私の家に泊まってと鍵を渡してきました。ロシアでは家主が不在の時に鍵を友人に預けたりペットの世話を頼んだりすることは珍しくありません。何かあった時はお互い様の精神がここにはあります。こうした習慣の背景にはロシアの広大な国土と厳しい生活環境があるのかもしれません。困った時はお互い様という相互扶助の精神は今も日常生活のさまざまな場面で生きているように思います。最初は日本ではありえないと思っていたことも今ではそういうものだと受け入れられるようになりました。そして今はそれがロシア人の素朴な温かさであり居心地の良さにすら感じます。日本にいた頃を思い出すと、友達に会うのに1ヶ月以上前からお互いの仕事の休みを照らし合わせて予定を調整していました。仕事の後はいつも疲れていて、今から会おうなんていう気には到底なれませんでした。友達に今から家に行ってもいいって言える気軽さ。無理なら今日は無理、明日にしてってさらっと言える関係。そういう気取らない人間関係の豊かさをロシアで知りました。Большой. Пирожки. Это пирожки был? もう一つ、私はロシアで一人で外を歩いているとき、なぜかロシア人によく道を聞かれます。これまで片言のロシア語で身振り手振り説明していましたが、ふと気づきました。私が外国人であるとか、ロシア語があまり話せないとか、そういうことはロシア人にとってあまり重要ではないのかもしれないと。ロシアは190以上の民族が暮らす多民族国家です。見た目や話し方だけで外国人かどうかを判断することはそもそも難しく、どこから来たかよりも何を伝えようとしているかが自然と重視される文化なのかもしれません。逆の立場なら、私が日本で外国の方を見かけても道を尋ねることはないように思います。ましてや言葉が通じない方ならなおさら遠慮してしまうでしょう。こうしたロシア人の気質が外国人である私にとって暮らしやすさを感じる理由の一つです。ロシアで暮らし大変なことは今でももちろんあります。年に数回あるインフラのトラブル。ある日蛇口をひねると水が出ない。トイレはお風呂はと突然の事態に慌てる私に対し、ロシア人は至って冷静。また言葉の壁や公的手続きの壁にぶつかることは日常茶飯事。役所での手続きや病院での受診、日本では考えられないような時間と手間がかかることもあります。ですが覚悟の上で来たロシア、それも含めて今の生活が嫌いなわけじゃない、むしろ面白いなと思える瞬間がたくさんあります。Вот так воздух выходит. И здесь чуть-чуть вот так. И потом вот так. И отсюда закрыть. Вот так, вот так. Просто сначала вот так закрыть. И потом второй раз вот так, вот так, вот так. И потом вот. Ой. Тетем.
Средний один.ミニサイズと大きいサイズ。ここまで話してきましたが、これはあくまで今の時点での選択で、ずっとロシアに住むとは断言できません。状況は変わっていくので、将来どうなるかは分かりません。仕事の状況が変われば、家族の事情が変われば、その時はまた2人で話し合って決めると思います。ピロシキです。コッペパンみたい。Ты знаешьコッペパン？コッペ。フレップコッペ。Вот это японский язык. В школе, школьный обед, есть хлеб и выглядит вот такой коппепа. Название коппепа. Внутри нет ничего. Ничего, хлеб, только хлеб. А иногда есть, но обычно нет. А зачем? Коппепан. А нет, не коппепан, это пирожки. Пустой пирожок. Возьми ты. Пирожки сегодня. Да, обед. Салат сюда? Давай Да, тогда давай. потом сначала. Да. Что сегодня чеснок много добавили, наверное. Пахнет вкусно. Пахнет сильно чеснок. Приятного аппетита. Танакимас. Таракимас. Приятного аппетита. Ты только салатик нет? И пирожки. Видимо, мясом. с икрой и рыбой мясо. Все засунули в пирожок. По-моему, мы в феврале много денег потеряли, да? Да. На еду, да. Они слишком. Тебя все равно слышно. Так, чесночок. Злой. Ва. Это сильно, да? Это которое... Ты можешь есть? Да. А может я нет? Это для видео поешь, да? И все, можешь выбирать. Да? Это вкусно. Это наши бейсик салата, да? А как работает? Нормально там. Как обычно? Да, все хорошо, как обычно. Это внутри яйца печи.友達にもらったほうれん草のカップケーキに、チーズクリームが乗っていて、中にベリーのジャムが入っています。最後までご視聴いただきありがとうございます。質問があればぜひコメントで教えてください。皆さんの声が次の動画のヒントになります。チャンネル登録と高評価もぜひお願いします。それではまたお会いしましょう。パカパカ。